2021年の BTS フェスタでメンバーたちが35個の多様な質問に答えるコンテンツがありました。胸にグッとくる答えや微笑ましい答え、思わず吹き出してしまうような面白い答えなど、7人それぞれの個性を感じる回答が勢ぞろい。今回はマンネライン編と題して、ジミン・テテ・ジョングクが答えた内容をまとめました。3人の口からは、一体どんな言葉が飛び出すのでしょうか。マンネラインのユニークな回答をどうぞお楽しみください。35の質問をまとめ、マンネライン。質問 1、RM。最初の質問は RM についてです。3人の答えはこちら。ジミン、僕の兄さん。テテ、リーダー。ジョングク、リーダー。これは、特に突っ込むところのない、そのままな回答ですね。次の質問に進みましょう。質問2、ジーン。続いての質問は、ジーン。RM からジョングクまで、メンバー全員について聞いていくようです。ジンに対する3人の回答がこちらになります。ジミン、長男。テテ、長男。ジョングク、30。ジミンとテテがマッヒョンと答えたのに対し、ジョングクは30と答えて、ジンの年齢をいじっていました。年功序列を重んじる韓国で、こんな風に軽口をはたけるのは、彼らが本当に仲の良い証拠ですよね。最年長のジンがこれ以上ない、暗い優しい性格だからこそ、マンネのジョングクも安心して甘えたり、冗談を言ったりできるのだと思います。質問3、シュガ。シュガについての回答はこちらです。ジミン、2番目の兄。テテ、2番目の兄。ジョングク、おじいちゃん。ジミンとテテは普通に答えているのに、ジョングクだけは、笑顔でおじいちゃんと回答。この無邪気さがたまらなく可愛いですね。質問4、J-HOPE。J-HOPE に対する答えはどのように表現するのでしょう。回答はこちら。ジミン、友達のような兄。テテ、3番目の兄。ジョングク、ダンス。ジミンの答えから J-HOPE との関係性がわかりますね。長い間、ルームメイトとして育んできた特別な絆のようなものを感じます。ジョングクは少し悩んだ末にダンスと回答。J-HOPE は練習生時代からメンバーにダンスを教えていたため、チョンチーム長と呼ばれていることが有名です。J-HOPE ダンスという発想はアーミーも納得の答えですね。質問後、ジミン。いよいよマンネラインについての質問がやってきました。ジミンに対する回答はこちらです。ジミン、僕。テテ、友達。ジョングク、魅力。ジミンと同い年のテテは、シンプルに友達と答え、ジョングクは魅力と答えました。どちらの回答も、ジミンへの親愛の気持ちがストレートに伝わってきます。質問6、V。テテについての回答はこちら。ジミン、僕の友達。テテ、僕。ジョングク、友達。クオズの2人が、お互いを、チング、友達と答えたところにグッときたアーミー多数。ジミンにとってのテテ、テテにとってのジミンは、切磋琢磨しながら、たくさんの苦難を一緒に乗り越えてきたかけがえのない存在なのでしょうね。ジミン同様、ジョングクの回答もチングでした。年齢による上下関係が厳しい韓国で、友達と呼べるような関係性を築き上げてきたのだと思うと、ジョングクがテテのことをヒョンではなくチングと回答したところもグッときます。質問7、ジョングク。メンバーに関する最後の質問です。ジョングクについての回答はこちら。ジミン、僕の弟。テテ、筋肉モンスター。ジョングク、僕。メンバーたちから筋肉豚というニックネームをつけられるほど、誰よりも体を鍛えているジョングク。テテの回答は、その筋肉豚をはるかに超えた筋肉モンスターでした。ネーミングセンスが最高です。テテの目から見たジョングクの筋肉は、
もはやモンスター並みに成長しているのでしょうね。質問8、あだ名。ジミン、柏餅。テテ、タン。チョングク、黄金万年。デビュー当時、ジミンに名付けられた柏餅というあだ名。ジミン自身、最初はこのあだ名に困惑したそうですが、今となっては本人もお気に入りのあだ名に、ジミンのもちもちの白い方にぴったりです。テテのタンは愛犬4タンから来ているのでしょうか？不明です。何をしても万能なジョングクのあだ名は黄金万年。2016年10月に出演した音楽番組では、リズムに合わせて、こんにちは、僕は防弾少年団の黄金万年、チョン・ジョングクですと可愛く自己紹介するシーンが話題になりました。自己紹介の後に披露した愛嬌ポーズ3連発も可愛いので要チェックです。質問9、顔が天才。ジミン、ジンヒョン、テヒョン、チョングク。テテ、ファンの皆さんにつけていただいたあだ名。チョングク、ウイ。誰か一人を選ぶのではなく、BTS のビジュアルラインと言われている3人の名前を全部答えるジミンの優しさにキュンとします。V と答えたジョングクは、昔からテテの顔が大好き。普段からテテの顔立ちを褒めることが多いです。本当に心の底からかっこいいと思っているのでしょうね。質問10、癖。ジミン、雑念。テテ、顎を触るジェスチャー。チョングク、タコを取る。ジミンとジョングクの癖は、ここで答えてくれなければ知ることができなかったであろう貴重な情報です。テテの癖は、2020年11月21日に配信されたブライブでも話していましたね。みんなで、Life Goes On の MV を見ている最中、テテが口元を触るシーンが映ると、ジンからなんでこうしたんですか？という質問が。テテは、癖なんです。これが、と言って、顎を触る仕草を見せますが、チョングクとジミンに、普段やっている姿を見たことがないけど、僕も一回も見たことない気がすると突っ込まれていました。ガジガジになりながら、そうじゃないですか。癖です。これと言い返すテテの可愛さに頬が緩みます。質問11、特技。テテ、卓球。2021年4月に配信された RUN BTS。2021 EP138 から EP139 で卓球にチャレンジしたメンバーたち。コーチとして来られていたオリンピック金メダリストのユスンミン先生に、テテは卓球の腕前をたくさん褒められていました。練習後の対戦で、テテは順調に勝ち進み、見事 BTS の卓球王に、さらにユスンミン先生にも勝利。これで自信をつけ、特技を卓球と答えたのかもしれませんね。テテのこういう素顔なところが可愛くてたまりません。ちなみに、こちらの質問に関しては、残念ながらジミンとチョングクの回答はありませんでした。質問12、趣味。ジミン、横になること。チョングク、睡眠。こちらの質問は、テテの回答がなかったです。ジミンとチョングクの2人は、ゴロゴロすることが好きなようですね。質問13、作曲。ジミン、面白い。テテ、最近やってない。チョングク、難しい。質問14、作詞。ジミン、難しい。テテ、最近書いてる。チョングク、もっと難しい。作詞作曲に対する考えは、三者三様の回答でした。制作は難しいことなのでしょうが、マンネラインそれぞれの新しい自作曲を聴けたら嬉しいですね。質問15、ダンス。ジミン、僕の世界。テテ、少し上手くなった。チョングク、定番。ダンスを僕の世界と表現したジミンの回答が印象的です。とても綺麗で的確な表現ですよね。これからも魅惑的なダンスで、私たちアーミーをジミンの世界へ連れて行ってほしいです。質問16、歌。ジミン、もっと上手くなりたい。
てて少し上手くなった。ジョングク面白い。こちらの質問に対する答えも三者三様でした。ダンスの質問の時と同様、少しはにかみながら少し上手くなったと答えるテテが可愛いです。質問17コンサート。ジミン恋しい。テテやりたい。ジョングクアーミー。この時期オフラインコンサートを開催するのはまだまだ難しい状況でした。コンサートに対して恋しい、やりたい、アーミーと答えたマンネラインはもちろんのこと、好き、すごくやりたいなどと回答したヒョンラインも合わせた7人全員からアーミーの前でコンサートをやりたいという感情が伝わってきますね。質問18学生時代。ジミンたまに戻りたい。テテいたずらっ子。ジョングクトッポッキ分子チョム。分子チョムとはトッポッキをはじめチヂミやインスタントラーメンなどの軽食が食べられるお店のこと。ジョングクの学生時代の思い出は食が一番だったようですね。食いしん坊のジョングクらしい回答が微笑ましいです。質問19リスペクト。ジミンメンバー。テテ J-HOPE。ジョングク BTS。テテのリスペクトしている相手が J-HOPE ということにネット上には心が温かくなる。テテは本当にホビが好きなんだねという反応が多数ありました。太陽のように明るく常に周りを気遣ってどんな時でも変わらず優しい J-HOPE は尊敬するところがいっぱいあるのでしょうね。質問20約束。ジミン肩をすくめるポーズ。テテジミンサウンドクラウド曲。ジョングクジミン。テテとジョングクが約束と聞いて思い浮かべたのはジミンの自作曲約束です。この曲は2018年12月31日0時アーミーへのサプライズプレゼントとしてサウンドクラウドで公開されました。CD 化はされていませんが人気の高い楽曲です。質問21、8。ジミンデビュー8周年。テテ僕たちの8周年。ジョングク雪だるま。8と質問されてみんな BTS の活動年数を答えるのかと思いきやジョングクの答えはなんと雪だるま。なんて可愛い発想なのでしょうか。まさかすぎる回答に多くのアーミーがメロメロになっていました。質問22欲しいもの。ジミン特にない。テテ2000年代の MP3 プレイヤー。ジョングクもっと多くの時間。テテの回答がとても興味深いです。最新のオーディオプレイヤーではなくあえて古い時代のものを欲しがる理由は何なのでしょうか。気になりますね。質問23特に得意なこと。ジミンいたずら。テテぼーっとすること。ジョングク特にない。黄金マンネジョングクの答えが意外にも特にないでした。何でも器用にこなせるだけに得意なことの基準が人よりも高いのかもしれませんね。質問24特に苦手なこと。ジミン雑念をなくすこと。テテぼーっとするとき周囲の話が聞こえなくなる。ジョングク英語。質問10の癖で雑念と答え、質問24の特に苦手なことでは雑念をなくすことと答えたジミン。頭の中は常にいろいろな考えで埋め尽くされているのかもしれませんが、だからこそジミンは洞察力に富んだ思慮深い人なのだと思います。質問25信じていること。ジミン気づいていける。テテ宇宙人。ジョングク僕の好きな人たち。ジミンの答えた気づいていけるという言葉深いですよね。信じていることは作り上げることができる。人一倍努力家なジミンらしさを感じます。テテは宇宙人という予想外の回答で笑わせてくれました。テテといえばじゃんけんをするときやくじを引くときに天使と交信することが有名です。天使がいるのだからそりゃあ宇宙人だっていますよね。テテらしい答えにほっこりします。
チョングクの答えた、僕の好きな人たちも、素晴らしい言葉で、胸にグッときました。自分の好きな人たちのことを信じているって、人間関係で一番大切なことのように思います。質問26、信じていないこと。自民、人生は決まっている、運命は決まっているとか。テテ、ジンソウ。チョングク、僕の嫌いな人たちの言葉。またもや、自民の回答が心に響きました。人生や運命が決まっているかどうかなんて、自分がどう行動するかによって全く変わってくるもの。何もかもうまくいかず落ち込んだ時など、自民のこの言葉が背中をそっと押してくれそうな気がします。テテの答えは、内面が重要であり、顔つきで人を判断しないという意味なのでしょうか。人相と内面はイコールではないですもんね。信じていないことという質問に対して、チョングクが答えた、僕の嫌いな人たちの言葉という言葉も、すごく印象に残りました。チョングクには、自分の好きな人たちだけを信じ、嫌いな人たちのことは無視して、幸せで平穏な日々を過ごしてほしいです。質問27、恥ずかしいこと。自民、性格。テテ、無理やりやらされること。チョングク、太った時。チョングクの回答に思わず笑ってしまいました。そんなこと気にしなくてもよいのに、という気持ちでいっぱいです。アーミーからすると、少し太って顔が丸くなったチョングクも可愛くて好きですし、ストイックにトレーニングして引き締まったチョングクもかっこよくて好きですよね。結論、どんなチョングクも最高ということです。質問28、自信のあること。自民、性格。テテ、自信のある分野を任されたとき。チョングク、音色。質問27の恥ずかしいこと。質問28の自信のあることの両方で、自民は性格と回答。自民の答えから自分の性格や考え方が恥ずかしくなる時もあるけれど、そんな欠点も含めた上で自分を貫く強さ、自信、誇りのようなものを感じます。質問29、執着。自民、好きなこと。テテ、執着好きです。チョングク、歌。2021年3月に放送された韓国のバラエティ番組「You Quiz on the Block」でチョングクはこのように語っていました。ボーカルの練習時間という概念をなくした。車の中やトイレ、シャワーを浴びている時でも1日24時間の中で歌える時間があれば全て歌った。質問16の歌は面白いと答え、質問28の自信のあることでは音色と答え、今回の質問には歌と回答。歌うことに対するチョングクの強い気持ちが、この3つの回答からひしひしと伝わってきます。質問30、本当の気持ち。自民、関係において必ず必要なもの。テテ、真心の方です。チョングク、ザ・トゥルース・アントールド。自民の話す言葉は考えさせられることが本当に多いです。しっかりと丁寧に言葉を選びながら答えている印象を受けます。チョングクの答えたザ・トゥルース・アントールド伝えられなかった本心は BTS の3枚目のフルアルバム Love Yourself 10 Year と4枚目のリパッケージアルバム Love Yourself ケツアンサーに収録されているボーカルラインの楽曲です。スティーブ・アオキがフィーチャリングで参加したことも話題になりました。チョングクは本当の気持ちという質問に対し歌詞の内容に合わせてザ・トゥルース・アントールドと答えたようですね。質問31、夢。自民、コンサート。テテ、いつか叶うもの。チョングク、ノー、モア、ドリーム。これもまた三者三様の回答でした。自民は率直に自分の願い事を答え、テテは夢という言葉に対する自分の考えを答え、チョングクは再び BTS の曲名を答えています。いろいろな解釈があって面白いですね。質問32、未来。自民、わからない。テテ、幸せに生きること。
ジョングク、僕もわからない。テテは、未来の子供のことなど、将来の夢をよく語っていますし、未来予想図をしっかり描いているような気がします。この線路のようなことが起こるのかはわかりませんが、テテをはじめとする BTS のメンバー全員に幸せに生きてほしいと世界中のアーミーが願っているのではないでしょうか。質問33、BTS。自民、僕たちのもの。テテ、家族。ジョングク、アーミー。ジョングクは質問17のコンサートの時もアーミーと答えていました。BTS にとって、ジョングクにとって、アーミーは必要不可欠な存在だということが伝わってきます。自民とテテの回答も心が温かくなりますね。質問34、アーミー。自民、パートナー。テテ、映画に出てきそうな恋しい気持ち。ジョングク、BTS。私たちアーミーをパートナーと呼んでくれた自民。映画に出てきそうな恋しい気持ちと素敵な表現をしてくれたテテ。BTS とアーミーの絆を象徴するかのように BTS アーミーと語ってくれたジョングク。どの回答もとても嬉しく、マンネラインの言葉すべてに心を打たれました。質問35、ヘスタ。自民、僕たちのお祭り。テテ、親指を立てるジェスチャー。ジョングク、プレゼント。年に一度のスペシャルなお祭りである BTS ヘスタ。これから先の開催も楽しみです。まとめ。今回は 2021BTS ヘスタのコンテンツの一つ35個の質問をマンネラインの回答とともにご紹介しました。私は質問26の信じていないことで自民が答えた人生は決まっている、運命は決まっているとかという言葉がとても印象に残っています。自民のストイックさ、真面目さ、芯の強さに改めて魅力を感じました。BTS へのインタビューはメンバーたちの思考を知ることができるので面白いですよね。今後も定期的にやってほしいなと思います。